こんにちは、フリーマンです。サイレントギターは、買って後悔する方と、買って人生が変わる方に分かれます。その違いは、楽器の良し悪しではありません。この動画では、サイレントギターで後悔する典型的なパターン。そして私自身が、サイレントギターで30曲制作して分かったリアルな弱点。そして、それでも買ってよかった方の共通点。そして、後悔しない選び方。これらをできるだけ感情論を排除して整理していきます。購入前に読めば判断を間違えない材料になると思いますよ。最初に結論です。サイレントギターで後悔する方は、生音の鳴りを最優先にしてしまったり、生のギターの代替えを求めていたり、そして思想をせずにスペックだけで買ってしまったり、これらのいずれかに当てはまるケースが多いと思います。逆に練習時間を最大化させたかったり、環境の制限をなくしたかったり、そしてスピーカーやヘッドホンの練習を前提にしていたりと、これらの目的であれば後悔の確率は一気に下がるでしょう。後悔する理由の一つ目。生ギターの音を期待してしまうこと。サイレントギターは構造上、共鳴するボディがありません。生鳴りの迫力や空気振動は出ないんですね。ここを理解せずに購入してしまうと、やっぱり木の鳴りが欲しかったなぁといったことになります。ただし、これは欠点ではなく特性の違いだと感じるんですね。スピーカーやヘッドホンを通した音作りが前提の楽器となります。生ギターと同じ土俵で比べてしまうと必ずずれてしまいますね。二つ目。思ったより弾き心地が違う。サイレントギターはモデルによってネックの幅や弦の高さが違います。特にクラシック系から持ち帰られる方は違和感を感じやすいのではないでしょうか。後悔の多くは実際に楽器店などに行って試奏をすることが不足しているケースが多くあると思います。クラシックを目的とする場合、必ず SLG200NW のような NW のつくクラシックギターのスケールを採用したモデルを選ぶようにしてくださいね。3つ目、音作りに慣れていない。生ギターは弾けば音が完成します。しかし、このサイレントギターはヘッドホンやスピーカー、アンプ、そしてイコライザーの設定やリバーブの量で音が変わっていきます。この設定をめんどくさいと感じてしまう方は向いていないケースが多いです。しかし、逆にこの音の作りを楽しめるような方は確実にハマるでしょうね。特にスピーカーのような空間を通して音を出せられれば、その可能性は大きく広がりますよ。4つ目、演奏力の問題を楽器のせいにしてしまうこと。これはよくある誤解なのではないかと思います。サイレントギターだと表現ができない。これは半分正解で半分間違いかなというふうに感じます。確かに空気感の再現性と生音の素朴感、これは生ギターに軍配が上がるでしょう。しかし、タッチの繊細さや右手のコントロール、音色の変化は十分に表現が可能だと思います。表現の限界は楽器というよりは演奏者側に依存するのではないでしょうか。5つ目、用途がずれている。このサイレントギターは結構上位の環境適用楽器なのではないでしょうか。夜間練習や集合住宅、子育ての世代の方や出張移動が多い方など、ここにはまれば最高だと思います。逆にホールで生音勝負がしたい方やマイク取りが前提の方、
完全にクラシック志向の方なら生ギターの方が適していると思います。私はこのサイレントギター中心の検証期間約6ヶ月ぐらいで30曲を完成させました。机上の理論ではなく実践の結果だと思っております。重要なのは弾けたかどうかではなく完成させられたかどうか、環境制限が減ることでこのギターに触れる時間が物理的に増えますよね。ギターは触った時間が練習量や技術に直結すると思います。結局どちらを選ぶべき？生ギターが向いている方は木の鳴りを最優先、そして生音で聴かせたい。楽器そのものにロマンを感じる方は確実に生ギターが良いかと思います。そしてサイレントギターが向いている方、練習時間を増やしたかったり、音量の問題を解決したい、ギター継続を最優先にしたい方など、どちらが上ではなく特性の違いを理解して選ぶことが必要だと思います。後悔しないためのチェックリストを個人的ですが準備してみました。確認してみてください。3つ以上イエスなら後悔の確率は下がるかなというふうに思います。まとめになります。サイレントギターは決して万能ではないと思います。しかし、環境制限を突破できる楽器です。高額な生ギターでも弾けなければ意味がないです。私も個人的に高額なギター弾いたことあります。魅力についても理解しているつもりです。しかし、サイレントギターでも毎日触れれば成長はします。最終的に勝つのは長くギターに触れた人です。私はサイレントギターでクラシックギター独奏曲を30曲作成しました。初心者の方から中級者卒業まで楽曲を通して構造的に最短で楽しむためのメソッドです。再生リストを概要欄に貼っておりますので、ご興味ある方は参考にしてみてください。ギターを楽しんでいきましょう。ではまた。ギターが好きな方、そしてまた聴いてみたいなと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメントいただけますととても励みになります。